こんにちは。4G 一から攻略、スタートです。タイトル画面の BGM、良き。それじゃ、キャラクリを背景に、この動画シリーズの趣旨を説明するね。お願いします。タイトル通り、このシリーズは、MH4G を完全ソロで一から攻略します。データ引き継ぎももちろんなし、別データとの通信もありません。ただ、すれ違い通信だけオンになってたけど、これはあまり影響ないから気にせずで。郵便屋さん関連ですね。あと、これも通信関連なんだけど、イベントクエスト、エピソードクエストをはじめ、DLC は一切なしね。どのみち、DLC はすでに配信終了しています。ただし、このゲームは、イベクエとエピクエがないと作れない強力な装備が多いので、本編が終わった後に、おまけ編として、めぼしいイベクエとか、エピソードクエストをプレイして、作れる装備の紹介とかやっていく予定だよ。DLC を受信した SD カードを別途持っているので、2台の 3DS と 4G を使って、ローカルプレイでやります。さっき言った本編だけど、これは、ギルドクエスト代表格である、レベル140ラージャンのクリアまで、とするよ。探索で沼ったらすいません。次に進め方。縛りの類はなしで、作りたいと思った装備を作って、やりたいと思ったクエストをやっていくよ。装備に関しては、シミュレーターとかガンガン使います。ちなみに、同行者は、MH4G を少なくともソロで3周はしていて、詰まったりはしないから、そこは安心してほしい。狩りについては、プレイヤースキルで何とかしますが、アイテムの入手経路や確率、モンスターの肉質といったデータは、攻略ウィキ等を参照します。最後に、ムービー関連の扱いだけど、プレイヤーが操作できないイベントは全て実況は入れずに流そうと思うよ。ストーリーもちゃんとお届けしたいですからね。後半は、モンスターの登場ムービーだけになるけどね。ちなみに、撮影外で素材集めはしますが、当然、新しい要素はプレイしません。鉱石掘りばっか見せるわけにもいかんからね。説明はこんなとこですかね。そうね。じゃ、キャラクリ終了までカット。ハンターは、ワソ。お供は、ミケ、にしたよ。あと、お供は戦略上、釣れないこともあるので、そこはご了承ください。よーし、じゃあ始めていきますか。長い旅になると思うので、気合い入れていきましょう。ストーリーは3年ぶりだ。腕が鳴るぜ。
よし、ここからちょっと話すか。いきなり砂上戦で、でかいモンスターと相対します。今見ると、ワイルズの導入まんまだな。この戦闘、一応チュートリアルになってますが、活かせるのは結構後になります。とりあえず、大砲をぶち当てていくぞ。大砲を2回当てるとひるませられます。ここは、最速で大砲を取るとぶっ飛ばされるので、一度回避してます。ここの攻略情報いるか？試したことないからわからないですけど、これ放置してたら進まないんですかね？どうだろうな。そういう冒険はしないから。今のジャンプ怖すぎじゃね？調子の悪い日だったら船に突っ込んでますよね。なんか団長も喜んでたし、あのジャンプの再現度は高いらしい。帽子取る前にジャンプしなくてよかったですね。とりあえず防具なしでこんなとこいるの嫌すぎるから、早く撃退したい。大砲を撃つしかやることありませんが、とりあえず撃ちましょう。何発必要なんだろう。RTA でも見ればよかったか。確かに、進行に必要な弾の数、決まってそうですよね。タレンが交代していく。何か来そう。このドラ鳴らすのも久々だぜ。景気よく行きましょうね。よし来た。
ほい。というわけで、バルバレ到着です。我らの大ハンターとしての生活が始まりました。いきなりごめん。オプションいじるからちょい飛ばします。おまた。初期装備はブレイブ一式ですね。MH4 は、ノリ要素が初登場したんで、ノリ名人がついてるね。裸で始まってた頃と比べれば、だいぶ待遇も良くなりましたね。じゃ、武器でも買えるかね。チャージアックスをメインとさせていただきます。この時代のチャークはスキル依存が少ないので、シナリオで役に立つよ。最近の作品より、積めるスキルの数が少ないですしね。ソフィアかわいい。ということで、旅団の入団試験として、肉を取って焼いてくるように言われました。行くぜ。素晴らしい。4G は演出面に力を入れてて、こういうムービーとか BGM とか印象深いものが多いですよね。街中の重要っぽい会話は字幕かぶせないようにするけど、こういう操作説明系は普通にかぶせるよ。良かれと思って初心者向け説明を表示する設定にしたんですが、序盤は怒涛の説明ラッシュで切っとけばよかったと後悔しております。パート1は特にムービーやらが多くて字幕映せないところがあるけど、パート2以降は減ると思うから許してちょ。とりあえず肉取りに行きます。生肉が逃げたから多いぞ。アプトノスはアプケロスよりヘイトは少ないですが、たまに敵意むき出しの子がいます。図体がでかいから行く手を阻まれたりするよ。こいつ応じてないぞ。このエリアでは追いつかない想定なんでしょうね。というわけで駐輪しております。物騒な言い方。アプトノス倒すのがチュートリアルって昔の作品だなって感じるね。最近は結構最初から肉食モンスターが相手のこと多いですしね。逆までカットするよ。しっかり一発で決めてくださいね。ハンター歴19年をなめるなよ。うますぎ。肉焼きは肉の色の変化を見る人とリズムで判断する人に分かれる気がします。我々は後者だ。ではさっさと納品しましょう。せい。焼いた肉を直接箱にぶち込みます。クリア BGM たまんねえぜ。最近の作品のようにクエによって BGM が変わることはないので、今後何百回と聞くことになります。BGM は派手な方が好みだな。特に好きな BGM あります。モンハンドスとフロンティアのやつだね。ああ、あれ人気ですもんね。モンハンドスあたりまでの初期作って、いろいろ大変なクエも多かったから。ああ、終わった感も強いしね。ソロだとどんな頑張っても数十分かかるとかありましたからね。肉の納品クエだけど、報酬で肉が出るよ。一応、罪防止クエになってます。なんとか入団試験をクリアできたようだ。
一安心ですね。加工屋で武器の強化素材をチェックだ。バカライトにモンスターの体液。初期装備の強化素材は武器種によって違うけど、チャージアックスはかなり面倒な部類だね。その代わり、緑ゲージが出たり、強化幅も大きめです。序盤の攻撃力の差はでかいからな。防具より武器を優先して強化するのが基本的にはおすすめです。と言いつつ、店売りで買っときたい防具があるんだよな。品数は少ないですが、序盤は採取の重要性が高いので、レザー一式をとりあえず買いたい。レザー一式、由緒正しい序盤の採取装備です。採取装備って欲しいスキル限られるから、レア1防具が長く活躍することもあるけどね。レザー一式では採取プラス1と精霊の気まぐれが発動。特に気まぐれは、序盤では出費がきついビッケル、虫網のコスパを上げるため重要です。ゼニーカツカツになりがちだからね。よーし、じゃ、2つ目、回復薬グレート調合に行くぞ。ここでは、初の肉食モンスターが出るので注意しろとのことです。ご飯ってもう食べられるのかな？進行上は、まだ寄らない前提っぽいですね。どうやらハンターは、パンツ一丁で誰を撃退したと評判らしい。ゲームの都合とかじゃなく、ガチパンツ一丁の設定なんですね。船とはいえ、昼の砂漠にパンツ一丁とか正気か？あんなでかいやつに船で対抗してる時点で正気じゃないですから。なんかもう注文できるみたいだ。とりあえず、肉を肉でいきます。あのムービー久々に見た。エモすぎて泣きそう。はい。というわけで、回復薬 G の素材集めです。薬草、青きのこ、蜂蜜の調合になります。ワールド以降は薬草イコール回復薬なので、青キノコ不要になったね。薬草くん、削除されなくてよかったね。草とキノコは揃ったので、あとは蜂蜜取りだ。ありましたよ。よし、何も出てくるなよ。出てきました。出るって言われてたしね。こいつらはサブターゲットに指定されてるので倒していきましょう。最近はいつでもクエから帰還できるけど、この時代はクエストクリアしなくても帰還できる貴重な手段だね。地味に特定の素材を集めるのに適したサブタゲもあったりします。ちょこまかしてるから斧だと当てづらいな。小型モンスターを倒すこと自体結構久々ですからね。なんか序盤してるって感じする。よーし、OK。なんかでかい岩にめり込んで2体剥ぎ取りできませんでした。こんな古のモンハンネタが味わえるとはな。何にせよ、これで蜂蜜確保です。蜂蜜は重要アイテムなんで、撮影外とかでちょこちょこ集めときたいな。序盤はなかなか増やせませんからね。ある程度確保したんで、調合してくよ。回復薬の出費もバカになりませんから、採取で作っておくのは結構大事です。契約金払えないと面倒だからね。はい、納品完了と。これも、報酬で回復薬 G がもらえました。これと肉のクエ、終盤でも需要あったりするんで、機会があれば紹介するよ。戻ったら、お供が寂しがってるので話しかけてほしいと言われました。こいつも一応団員だったらしい。キャラクリ画面では、プレイヤーとセットみたいな感じだったんですけどね。冒頭にも言った通り、お供に関しては、必要だと思った時だけ連れて行く方針ね。序盤は連れてくとは思います。あざとい。こういうのでいいんだよ。これで2に挑戦できるので、とりあえず1クエやろう。特産キノコでも取りますか？
やること変わらないんで、再宿へはサクッと行くね。キノコのオブジェクトもあれば、ポンポン出ます。キノコは集まったんで、採掘しよう。序盤の鉱石なんていくらあってもいいですからね。赤鉱石からはマカライトは出ないかな。どのみちチャークの強化はモンスターの体液必要でしたしね。ある程度掘ったら帰るか。戻りました。団長が、仕事が欲しいなら取ってこいとのことで、ハンターがお悩み解決するとのビラを撒いてくれた。似顔絵付きらしいです。これは期待。町の人からクエストを受けていこう。早速、料理人の猫から軍中討伐を任された。似顔絵と一致しないと言われたことが少々気がかりですが。で、受付嬢から最高のハンターであるモンスターハンターを目指そうと言われたよ。軍中討伐でその一歩になるんでしょうか。地道にやるしかない。それに、今軍中討伐とは都合がいい。モンスターの体液集めですね。ハギ取りとクエ報酬で出たはずだから、うまくいけば、ジャーク強化できるぞ。よし、じゃあパート1の締めとして気合い入れていきましょう。よっしゃ。こいつは地味にギルクエでも戦ってますからね。殴るかけって裏返すか。予備動作中ならダメージ通るね。地道に殴ってひっくり返すのが早いと思います。こいつからは 10% でモンスターの体液が取れるらしい。モンスターの体液って、昔はランゴスタやカンタロスから取ってたので、毒を用意したり面倒だったイメージがありますね。バラバラにならない虫が雑魚的って地味に貴重かもね。ただ倒せばいいですからね。こいつはちょっと倒しづらすぎるけど、チャークは小回りが効かないので、結構苦労します。これで最後の一匹だ。ここは遺跡平原の頂上です。来るだけで結構時間かかるよ。あと、ここは光が強く設定されてるのか、目がチカチカします。結局、体液は一つも出ませんでした。まあしゃあない。余った時間でマカライトを探そう。ちょうど隣のエリアに、青鉱石確定のポイントがある。時間的にはギリギリなので、急いで行きましょう。今青いのが見えたね。この圧倒的落差、MH4 って感じです。エリア移動の穴、下が見えなかったぞ。設定的に、一番高低差があるのってどこなんでしょうね。どうだろうね。ここも結構上位に来ると思うけど。あと、地底洞窟と地底火山のベースキャンプから出る時もかなり落下してるよな。ですね。で、今マカライト出てましたね。いいね。武器強化まであと2つかな。大型モンスターが出てくるまでに、最低限強化しておきたいです。結局、報酬でも体液は出なかったな。集まるときは集まりますよ。ストーリーの方ですが、料理人のクエを解決したことで、他の人からもお悩みを聞けることになりました。パート1の進行はこの辺にして、最後お悩みだけ聞いていくか。なんだこいつ、急に口調が。黒幕か？その後はジャギー討伐、刺身用納品を受けて、料理長からはアルセルタス討伐の依頼だな。中型クラスですが、初のボス級です。次回はこれから始めましょうか。そうだね。アルセルタスのクエからもモンスターの体液取れる可能性あるし。はい。というわけで、パート1はここで区切りますよ。どうしてもムービーが多くて、序盤は長くなりがちですね。今後は中型、大型が中心になると思うからお楽しみに。本シリーズは毎週2本更新予定です。ほいじゃ、次の動画で。またね。